こんばんは、不動産モフです。今日はですね、ソフトバンクグループはですね、株価大暴落ということで、孫さんがですね、銀行にですね、追加で株を担保入れましたよ。そういう報道が出たので、わかりやすく解説していきたいと思います。僕自身ですね、15年間ずっと株式投資をやってきまして、その経験をもとにですね、これ本当に今どういうことが起こっているのか、初心者にもわかりやすくですね、ためになる情報を解説しているので、ぜひですね、最後まで見てみてください。きっと驚くべき情報が、届けられます。で、前回ですね、ソフトバンク、孫さん危機って言っててですね、かなり株的にですね、株価が下がると、孫さんが銀行からですね、むちゃくちゃお金を借りてるんで、追加でね、担保入れなきゃいけなくなるんじゃないか、そういう予想してたんですけども、ズバリですね、その予想が当たって、結構担保を、追加で入れてた。そういう状態ですね。今日は、孫さんがね、大量の借金してますよっていうところと、これね、事実です。別に推測でも何でもなくって、実際のデータをもとに、解説していきます。で、株価が暴落すると、なんでピンチなのかとかですね、こういう危機をですね、回避できるか、それを解説します。前回の動画とね、ブログ見てもらえば詳細なの貼っとくんで、前回までの流れはわかると思います。で、まず担保って何ってことなんですけれども、孫さんがね、お金借りるにあたって担保っていうのを設定してるんで、まずね、基礎中の基礎なんです。担保とは何ぞやってことで、お金を借りるときにね、銀行とかからお金借りるときに、代わりに保証になるようなもののことを担保って言ったりしますね。で、もし、お金返せない場合は、その担保を銀行が売って、お金を借金をですね、回収する。そういう類になってます。例えば質屋さん、今あんまないですけど、質屋とかね、腕時計持ってってね、5000円ぐらいもらって、で、それもし5000円払えなかったら質屋さんがね、質流れていて、その腕時計を売りさばって5000円回収する。それに近いですね。銀行もそれ担保を取るんで、まずは、担保をですね、銀行に与えて、で、それを担保に、登記したりするんですけれども、そのお金をですね、借りる。それがですね、普通ですね。例えばよくあるパターンは住宅ローンですね。住宅ローンで家を買うときに、住宅をですね、担保、土地と住宅を担保にしてお金を借りますよ。もし、借金返せなくなっちゃったよっていう風になると、その担保をですね、銀行は売却して、それで、家を売ってですね、で、住宅ローンを返す。そういうのが基本です。で、これをですね、株で、やってます、孫さんは。で、どういうことかっていうと、孫さんが、銀行のですね、銀行にソフトバンクグループ、トップ、大元、ソフトバンクの大元の株をですね、2億2700万株をですね、銀行に担保にしてるっていうことが、事実としてあります。これ大量保有報告書って後で紹介するんですけど、それもう載せなきゃいけなくて載ってるんですよ。担保にしてます。ですから、それは担保に、銀行からですね、お金を借りてると。で、これどれぐらいの株価ピンとこないと思うんで、今の時価総額とかで言うと、8700億円相当の担保はですね、これすごくないですか？ 8700 億円相当の株を銀行に担保にして預けてると。これもう桁違いですよね。1億とかでもね、僕らは普通の人だと、って思うのに、8700億円の株を、担保にしてると。それでお金をですね、借りてると。で、実際、いくら借りてるかってのはわからないんですけども、でも少なくとも、掛け目って入れるんですけど、半分ぐらいだとしても、4000億とか5000億ぐらいは借りてるんじゃないかなっていうふうに推測されますと。このね、担保に対して何割貸すかっていうところはね、もちろん全部貸しちゃったら、なんかあった時にこれ売りさばいてもですね、お金返ってこないっていうのがあるんで、掛け目半分ぐらいが標準なのかなって、前ちょっと調べた時はそんなもんでした。なので、4、5000億は借りてんじゃないかな。ここがね、推測なんです。いくら借りてるかは不明。で、これね、担保の価値が下がると、追加で担保が必要なんですよ。どういうことかっていうと、もう今、仮にですよ、8700億円相当の株で5000億円借りてたとしますと。で、最悪の時に5000億円借りてたとしても、これの株を売り払えばね、5000億回収できるからいいよっていう風に、担保を持ってるからいいですよ、ことなんですけども、これはね、ソフトバンクグループの株価が下がってきちゃうと、担保が減ってきちゃうんですよね。で、今、暴落してます、ソフトバンクグループは。WeWork 問題とかですね。他にもビジョンファンドの問題とか、あといろんなアメリカの経済の問題とか、もう、ソフトバンクグループはもう投資会社なんですけども、その投資してる、会社がうまくいってないっていうところがもう見えてるんで、株価がですね、もう、ピークでから半分ですね、ここ1、2ヶ月一気に半額になってしまったってことで、一気に担保が減ってしまいましたよと。っていうことは、追加で担保入れなさいっていうふうに言われます、銀行から。この8700億円相当とかあったから、5000億入れてたみたいなんですけど、これが例えば半分になってしまって、4000億ぐらいになっちゃったよとかってなると、じゃあもっと担保入れてよっていう風に入れなきゃいけない。
で、最悪入れらんなかったとしたら、もう最悪のケースだと株が売られたりとかですね、孫さんが借金ですね、返せなくなったりとかして、破産っていうケースも最悪のケースがあると。すぐにはね、これならないと思うんですけども、なので、この株が市場でバーンと売られたりとかすると、大混乱するんで、そうは絶対避けたいっていうのが、みんな、銀行側もね、これ売るととんでもないことあるんで、ケアして、そういう風にならないとは思うんですけども、今そういう状態ですよと。とにかく8700億円を、株を銀行に預けて金を借りまくってますよってところが事実ですね、多分。で、これね、ブルームバーグで前回も紹介したんですけども、だいたい2014年から16年ぐらいに、これ縦軸がね、株、どれぐらい何%を株担保にしてるかってなんですけども、2014年ぐらいはね、10%ぐらい、15%ぐらいの株を担保にしてたんですけども、14年から16年のところで一気に35%ぐらいまでね、株を担保に入れましたってことで、だいたいこの14年から16年ぐらいの株価のところで借りてるはずなんですよね。で、さらに、どんどん株価入れて、担保入れていきましたよってことで、さらに、むちゃくちゃ担保を増やしてるってことですね。で、借りまくってると。で、実際、これ大量保有報告書っていうのがあって、これ見ると、どこの銀行にいくら株をですね、担保にしてるっていうのをね、これ725万株をみずほ銀行大手町営業部に担保として提供してるとか、300万株を新生銀行に担保にしてるとかも、ドワーッともうこれね、20個ぐらいになんか担保入れてるんですよ。だからいろんな銀行で細切れで金借りてるって感じですね。これすごいですよね。で、これもう全部どこにどうやったかって追うの大変なので追ってないですけど、とにかくすごいことになってると、複数の銀行に担保を提供してる。で、これは上場株の 5% 以上保有している場合は、この大量保有報告書っていうのね、なんか動かした場合出さなきゃいけないっていうルールがあるんで、そういうルールに従ってこう出てますよと。少数株主を保護するためにですね、これ出してるってことで、僕らこういう情報を知って、大株主の孫さんがこんな状態なんだっていうのをね、知るっていう、権利があるわけで、それで知れるわけで、こんだけ孫さんが、お金をですね、銀行に担保として預けてるっていうところまでは。で、さっきの株価のチャートで、これソフトバンクの2013年からのチャートなんですけども、この辺のですね、大体これも前回やったんですけど、3000から4000ぐらいのところでいっぱい借りてるんで、そこを下回ってくると、これ前回予想したんですけど、下回ってくると、追加で担保入れなきゃいけないレベルになってくるから、かなり孫さんはやばいんじゃないかっていう風に言ってて、これね、実はビンゴでしたってことですね。で、株価下がりまくってきて、一気に今まで6000円とかいったのに、2600円まで下がっちゃって半分以下になったんですね。一気に、こう数ヶ月で。なので、そういったところで孫さんが、資産売却して4.5兆円です。4.5兆円をですね、ソフトバンクグループの、株を売って、資産を売ってですね、何売るかわかんないけど、それで、1.2 兆円の自社株買いしたりとか、とにかくいろいろやって、発行株式の最大 45% を取得するとか言って、それで株価対策をやりますっていう風に発表したと。で、これ本当にね、何売るかとか決めてないけど、急いで、急に出してきたんで、多分危機的状況だったんじゃないかなってね、株価を下落するための発表だったと思ってるんですけども、やりましたと。で、自社株買いすると何かっていうと、結局、今まで、例えば孫さんが 20% 持ってて、ペンギンさんが 10% 持って、その人も 70% 持ってたとして、ソフトバンクが自分の株をですね、50% 買うよっていうことで、一回この 70% から 50% 買うんですよね。で、その後、その株を償却するよっていう風になると、そうするともう、ある存在する株が半分になっちゃうから、もし 50% 買った場合は、そうすると株のですね、議決権っていうのが一気に 40% 跳ね上がるんですよね。なので、自社株買いすると、株買うことで株価上がったりとかですね、その議決権上がるっていう効果があって、自社株買いするとむちゃくちゃ株価上がるんですよね。しかもこの 50% ってもう前段僕聞いたことないレベルで自社株買いするんで、そうすると、これ誰が一番得するかっていうと、この一番大株主 20% 持ってる孫さんの株が倍になるっていうから、もう自分のね、ソフトバンクグループの、資産を切り売りして、自分の株買うことで、自分の孫さんの持ち株を増やした。そういうのがちょっと透けて見えるんですよね。で、配当もちょっと増えますみたいな感じで。なので、本当自社株買いすると、メリットとしては、株がアップするっていうことで、むちゃくちゃ株価今回上がって、で、さらに配当金とかも上がったりとか、さらに増資したりとかですね、一番その自社株買いすると、孫さんが得しますよっていう。で、なので今回、本当に、株価が下がって、孫さん自身がやべえから、自社株買いしたんじゃないので、一番得してるよね、孫さんっていうのは、前回までやったところですね。で、こっから、やはりピンチだったよっていうのが、出てきまして、こっから新しい情報なんですけども、蓋開けてみると、
孫さんがですね、これはブルームバーグからですね、2日前に出てきたやつなんですけれども、孫正義保有するソフトバンク株の 40% 相当融資の担保にって書いてあって、担保増やしたんですよ。ここ、1週間で。なので多分銀行から株価下がったから担保を入れなさいよっていうふうに多分言われたんですよね。証拠、お衣装とか言ったりするんですけども、そういうのを入れたようですね。で、今回報道されてます。で、普通にこれもね、大量保有報告書見れるんですけども、今回、なんと3億6千万ドル相当の株を入れたところなので、今回400億円ぐらいですね。400億円分ぐらいの株を銀行にははーって上げたような感じですね。で、これですぐ孫さん潰れるかっていうと、まだ 1.3 兆円ですね。その借金にしてる株以外にも、1.3 兆ぐらいですね。120億ドル、孫氏の資産は、ブルームバーグビリオネアシスによると、孫氏の資産は120億ドルあるっていうふうに、推定120億ドルあるっていうか、まだ 1.3 兆ぐらい資産あるから、まだね、すぐどうこうってわけないですけども、でも、持ってる株のですね、もう 40% も入れちゃってるよってことで、どんどん追加していってるってことですね。なので、結構ね、楽な状態も株が下がれば下がるほど、孫さんがですね、借りてるお金を返すか、株を追加で入れなきゃいけないっていうね、そういう状態になってきてると。で、その大量保有報告書いつ出したかって見ると、これソフトバンクの株なんですけども、5800円つけた時からね、ドワーッと一気に下がってきてて、で、最初に大量保有報告書を入れて、担保入れたのはですね、この2月の18日、16かな ?16 ぐらいに、担保追加してですね。で、週明けして、さらに、19日の一番下がった時の担保追加入れてるんで、なのでもう、2回担保入れてるんですよね。で、ここを割ってくると、もっといろいろ担保が必要だっていう風になってくるんで、銀行からね、借金返すか、もう担保入れなさいっていう風に多分言われたんでしょうね。これ予想なんですけれども。だから1日おきで担保入れてる。ここで入れて大丈夫だと思ったらさらに下がったと。もうこれはやべえんじゃないかっていう風に多分この辺で多分もう思ってたと思うんですけども、多分把握はしてると思うんで。で、ここで一気に、秘策ですね。資産、自社株買いって出したんですよね、これ。で、バコーンと上がって、なんとか戻ったと。で、さらにこの辺にもね、担保入れてる。3日入れたんですよ。担保入れてってやってるんで、結構、綱渡りじゃないですけれども、運用いろいろ、ね、孫さんレベルといえども、普通だったら別に1日でバーンとやれればいいんですけども、これ担保入れて、また動かしてっていう、これ短期間で3回入れるってどういうことかっていうと、これ予想なんですけども、株をやりくりするのにね、時間かかったりとかいろいろするんで、そんだけで300億円分ぐらいの、400億ぐらいの株をバンと動かすのにやっぱ時間かかるんで、孫さんといえども、それ3日に分けないと多分ギリギリだったのかなっていう。で、それで多分ね、すぐ自社株が入れて、株価戻したからよかったんですけども、なので、こっからさらにこの2600円とか割ってくるようになると、さらに担保必要になったりとかして、ソフトバンクもやばいかもしれないですけど、孫さん自身がね、自分の借金の問題っていうのが出てくるかなと思ったりしてます。なので、本当に株価がね、暴落して、今回、こっちの資産、自社株がやるよとか言ってるんですけども、一番、孫さん自身が株価下がると困るからやってんじゃないのっていうのが、もうこういう行動から透けて見えるっていうのがありますよね。だから本当ね、上場企業としてコーポレートガバナンスどうなんだっていうのはちょっと僕は、疑問ですね。投資家からするとちょっと信頼を受けないなっていうふうに感じてしまいますね。で、本当に暴落してたんでね、急遽担保が必要で3日に分けてね、これね、大量保有報告書孫正義で検索で出てくるんで、これはもう、株主っていうかね、大株主が出さなきゃいけない、投資の義務になってるんで、これ絶対やらなきゃいけないんで、そういう情報を見られるってわけですね。400億ですよ、400億の株を3日に分けて、いろいろやりくりした。どこがどうってちょっと置いたかったんですけどね、なんか20個ぐらいからやね、あんなにいっぱいから借りてるからようわからんですね。まだ追いつけない。だからこれやばいっていうことに多分なったんでしょうね。だからソフトバンクグループの資産を売却して自社株買いしますよっていう風に、急遽、本当、急遽ですね、場中に出した、本当は、その、株のね、取引が終わった後に、こういうプレスリリース、株価に影響するような内容って出すんですけども、本当場中に出したんで、もうさっさとやりたかったんだろうなっていうところですよね。もう本当ソフトバンクの資産を売却して自社株買いするんだっていうので、多分、指令が飛んだのかなって予想してますね。そうでないとね、大量保有報告書の提出日と自社株買いの日がね、ほぼニアリーイコールになるってのはないですよ、こんなこと。
うん。なので今ソフトバンクグループって、まあここがトップなんですよ。これ投資会社でね、携帯とは全然関係ないソフトバンクグループっていう G ってついてるところがあって、まあ、そこのね、20%、22、3%ぐらいは孫さんが持ってるんで、ここがもう全て支配してるんですけど、ここの株価が暴落してるんですよね。で、今ソフトバンク、その携帯よりもこっちが下がっちゃったりとかしていて、なんでかっていうと、ここが持ってる周りのアームとかスプリントとか、ビジョンファンドとかもこの辺の株価がですね、むちゃくちゃ暴落してるんで、こっちがやべえんじゃないかって言われてると。なので、こっちを作るために、ここの株をむちゃくちゃ持ってるんで、孫さんが。なので、で、ソフトバンクグループはソフトバンクの携帯の会社の 66% とか株を持ってるんですよ。だからもう支配できるんですよね。だからもう実質孫さんがソフトバンクの携帯会社を支配できると。で、さらにソフトバンクグループの下にZ ホールディングスってヤフーがあって、これ 70% ぐらい持ってるんで、ソフトバンクは。だからまあ結局ここ根っこを押さえておけば、ソフトバンクも言いなりだし、Z ホールディングスも言いなりだし、もちろんヤフーも、ZOZO も言いなりですっていうことなんですね、今。で、まあ、ここを、自社株買いしてですね、なんかどっかを切り離すんですよ。例えばソフトバンクの株を売ったりだとか、このアリババの株売ったりとか、まあ何を売るかって全く決めてないですけども、持ってる株をですね、まあどっかアームとかスプリントとか、多分まあアリババとかソフトバンクじゃないかって言われたりしてるんで、まあ、若干株価下がったんですけども、こいつらの株を売って、こう自社株買いすることで、孫さんのですね、持ち株比率が一気に倍増するっていうことですね。支配力が高まる。で、借金の問題からちょっと逃れられる。まあそういう構造に、個人的には見えるっていうか、投資家の人は多分それ見てる人多いと思いますよ、普通に。だから、まあ、この下のね、上場してるんで、こういったところはもう本当に資金多分吸い上げられるみたいな風に、可能性はあるのかなっていう風に思ってるんで、ちょっとまあ、投資していいかどうかっていうとね、まあ、あえてそんなところに出さなくてもいいんじゃないのっていう風に僕は思ったりとかしますけどね。まあ、あとね、いろいろまだちょっと、ネイバーとソフトバンクが合弁会社やって Z ホールディングス下に来て LINE が来るとかいろいろあってるんですけど、どうなったのかちょっとわからないですよ、この辺は。まあ、それ去年の10月ぐらいに発表されてましたね。いや、まあ、持ってる株はね、アリババの株はまあこれ、2月時点で16兆円とかあったりとかして、まあソフトバンク5兆円ぐらい持ってたりとか、あとスプリントの株価3兆円とか、まあ持ってる株はね、べらぼうにむちゃくちゃあるんで、まあこれをこのまま売り抜ければですね、そんだけ入っていけると。ただまあ売ったら税金もかかったりとかするし、まあみんなソフトバンク、アリババの株手放すぞとか言うと、アリババの株が暴落するから、まあうまいこと多分この辺となんか株交換かなんかでうまいことやるんじゃないかとか言われてるんですけども、そうやってね、ソフトバンクグループを解体して、グループ解体ですよね、結局、その 4.5 兆円。ソフトバンクグループを解体して自分の株を買うって、で、自社の株価を上げることで、っていうことに使うって言ってるんで、って感じなんですけどね。まあだからで、まあ自分の借金がですね、そこから株価上がることで、まあ逃れられる。まあそういう構造にしか見えないですよね。なので結局ここを売り離す。どこ売るかまだ決めてないんですよ。4.5 兆円売ります。最大 4.5 兆円売りますって言っただけなんで、それでまあ株価戻すとこはね、孫さんすげえとこだなって思いますよね。実際ね、2600円からで、一気に4000円ぐらいまで戻ったんで株価は、もうそのパワーっていうかね、すごいなと思いますけどね。で、自社株買いする。まあ自社株買いしたところでね、結局なんかこう、なんだろう、もともと、もうタコが自分の足切り離して配ってたものを、その、バラバラになった、チリチリになったタコの足が自分でタコの足を買い戻して、それをゴミ箱に捨てるみたいな、まあそういうイメージなので、まあ、それが本当にね、ソフトバンクの中長期的な目線として、その自社株買いが4.5 兆ね、このソフトバンクグループの投資会社の株って、で、自分の株買うことが意味あるかって言われると、僕はちょっと若干疑問視ですね。ここからまあ予想としてはね、今はもう、株価はどうなるかっていうのは結構厳しいので、まあ株価はね、ソフトバンクグループの株価がまあ最大の注目になるはずで、まあ株価が下がると、もう孫さん自身がね、まあ今回で、なんだろう、底値が見えちゃったんで、わかりますかね。2600円ぐらいになると、孫さんがやべえっていうのがなんか分かってきたんで、今回の大量保有報告書で。っていうことは狙われますよね、ヘッジファンドとかから。もちろん。そういったところ売れて空売りしてきたりだとか、いろんなね、揺さぶりをかけてくると思うんで、まあちょっと、弱いとこ見せちゃったなって気はしますね。なので株価下がるとやばいので、まあ仕掛けてくる人もね、いっぱいあの辺に行くとね、孫さん困るっていうところやってね、さらにいろいろやってくるかもしれないですし、まあね、いろんな、エリオットとか、ヘッジファンド見てたりとかするんで、しかもね、エリオットむちゃくちゃ株持ってるからね、そういうなんか揺さぶりをかけてきて、交渉有利に進めるかなって気もしてますね。ただ、
自分自身は破綻したくないから多分有無を言わせない株価対策を多分してくると思うんで、どうなるかようわからんですね。例えばね、子会社とか全部売却したりとか、何かやってくるだろうなって気がします。なので、そういうコーポレートガバナンスも企業投資として、トップがね、そんだけ自分の会社の株を担保に金引っ張りまくってるっていうのは、ちょっと異常な状態なので、ちょっとね、今回、こういうふうにね、鶴の一声だと思うんですけども、自分の借金返すためにみたいな感じで自社株をですね、買をするみたいな、資産を売ってみたいな感じに見えるんで、ちょっと心配がありますね。で、市場からかなり厳しい評価を受けてるんで、AI 企業ね、WeWork とかね、Oyo とか、Slack、あとUber とか、ほとんど火の車みたいになってるんで、WeWork に至ってはね、もう1兆円規模で投資していて、全然、潰れそうになってるんで、そういった状態で、ビジョンファンド自体が潰れてるんで、株価がですね、かなり、評価がすごい厳しい評価を受けてるっていうことで、株価下がったりとか、あとソフトバンクの社債の CDS っていう保険料みたいなのが暴騰したりとかね、これも前回やったんでちょっと紹介してないですけども、保険料むっちゃ上がったりとか、そうなると新たにね、社債を調達するっていうのは難しいと思うんで、そういう資金の調達手段が一つ立たれたりとかしたりとか、あとムーディーズっていうね、格付け会社が2段階格付けをですね、落として、それでソフトバンクは、俺らはもっとすげえんだって言って逆切りして、格付けを取り下げたりとかしましたね。これ逆効果だと思うんですけどね。格付け会社がね、格付け高いから安心ってわけではないんですけれども、でも格付けされることでね、ちゃんとこう評価されてるっていうふうに、情報出したりとかしてやってるんで、それでね、自分らの会社は大丈夫だって言って逆切れして格をつけるな、みたいなこと言ってるんで、これはちょっとね、やっぱちょっとやべえなって気はしますね。で、孫さんがやっぱこれね、前出したの孤立しつつあるんで、2016年に後継者って言ってたニゲシュアローラさんがですね、退任して、2017年には、長森社長ですね、日本電産の。さらに2019年のね、ユニクロの柳井さんとか、この辺の、ものすごい、日本を代表する、経営者のですね、社外取締役の方とか、Google から連れてきたね、すごい凄腕の人を、後継者だって言ってたけど、すぐ退任したりとか、みんな離れていっちゃってるんで、外部からね、社長候補どうするんだとかね、そういったところをね、次の社長も見当たるのかどうかとかもわからなかったりとか、いろんな人が離れ始めてるんで、もう本当、こういう今回のコーポレートガバナンスにね、関係あるような、自分がね、銀行に対して借金ね、もらってて株をね、こう返す、下んで入れてるようなところに、それでね、自社株買いするみたいな、ちょっと普通ではありえないようなことなので、しかも 4.5 兆みたいなね、なりふり構わずね、ちょっと、って感じはしますね。もちろん孫さん自身の今までの実績は飛び抜けてもむちゃくちゃすごい人なんですけれども、ちょっとここに来て、っていうような判断がね、ちょっと疑問は少し、心配なところあると。今後の注目のポイントとしては、本当やっぱ株価ですね、ソフトバンクグループの株価。で、特に孫さんのですね、借金、銀行担保の担保割れっていうのは結構、でそこをヘッジファンドとか揺さぶってこないかなっていうのがあって、で、多分5月の決算で、ボロクソの決算が多分出てくるはずなんですよ。1兆とか2兆とかマイナスになるんじゃないかと僕は勝手に思ってるんですけども、それぐらいの結果が多分出てきていて、で、その時に、ソフトバンクの株価がどうなるかですね、自社株買いとかなんかで買い支えれるのか、でもその株価がね、世界的にこれから多分下がると思うんで、その株価が下がっちゃったら、下がる前に株価が高いまま売り抜けてですね、自宅買いとか、そういうのできるかとか、気になるところですね。で、どこをね、ソフトバンクグループが株を売るのかっていうところとかまだ決まってないので、気になるところですね。で、さらに、株価下がった時どうなるか、多分ね、なりふり構わずやってくると思うんで、そうなると最悪ね、ちょっと前出ましたけれども、上場廃止っていうね、MBO って孫さんが、自分自身で会社の株を買い戻すみたいなね、MBO みたいなのやったりとかして、マネージメントバイアウトってマネージャー層、経営者による、買収、自分の会社を自分でね、買い戻すみたいなことですよね。そういうのもあるかもなっていうふうに、これ検討に上がったってね、前回動画で出したんですけども、可能性あるですね。LBO、覚えてますか？ LBO、レベレッジバイアウト覚えてますかね？テコの原理を使ってね、買う会社、ソフトバンク自体を担保にして、お金引っ張ってくるって手法なんですけども、そういうのを使ったりとかするかもなっていうのがあったりとか、今のところね、持ってる株を、暴落する前に、さっき出したアリババの株とかいろんなむちゃくちゃ株持ってるんで、ああいうのをね、売りさばけば、
ソフトバンク自体の有利子負債、社債とかはね、そこまで多くはないので、6兆円ぐらいなので、まあ一応返せるかなとは思ってるんですけど、でもまあね、結局売ろうとしたら結局株価下がったりとか、まあ、税金もかかったりとかするので、まあ、なんか何も残らないなっていう風になっちゃうんで、まあ、それはね、まあ、破産は、ソフトバンク自体はすぐ破産はないけど、まあ、ちょっと今、投資会社としてあって、いろんなところに投資してるのは全てこけてるんで、ちょっと厳しいなっていう感じはしますね。であと、まあ、株式投資、やりたいときはですね、株式投資の基礎、再生リストを作ってるんで見てください。あと、まあ、お金の授業とやってるんで、まあ、こちらもね、お金の勉強になるんで見てください。あと、モフウォッチでサブチャンネルやってるんで、よかったら見てみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、経済ニュースとか、株式投資とか役立つ情報を発信していってるんで、もしですね、引き続き勉強したいっていう人は、ぜひね、チャンネル登録してみてください。見るだけでね、むちゃくちゃいろんな勉強になると思うし、経済詳しくなるし、まあ、投資にもね、勉強になると思うんで、ぜひ登録してください。またですね、いつもコメントご評価ありがとうございます。コメントを全部見させていただいてるんで、ぜひね、コメントを書いてください。覚えたこと書いたりとかするとね、それだけでアウトプットになったりとかするんで、ぜひ書いてみてください。また、ツイッターで、有益な情報を発信してるので、よかったらフォローしてください。あと、最近ですね、インスタグラムやってるんで、詳細欄やってるんで、見てみてください。それではどうもありがとうございました。ウェイ。マッサージってね、今日ほぐされてきました。また来週1週間頑張りましょう。イェーイ。